おはようございます。メリガミ太一です。今日は旬のラディ20日大根を使ってラディオブールを紹介したいと思います。これも立派なフランス料理の一つです。この間マルシェで美味しそうなラディを見つけたので、今回はそれを使ってラディオブールを紹介したいと思います。日本ではあまり馴染みのない食べ方です。バターと合わせて食べる。フランスではごく当たり前の前菜になりますけども、その食べ方を紹介したいと思います。それでは始めましょう。今回このラディオブール、調理法がシンプルというよりそのものを食べるので、いいラディッシュを見極めて買ってください。見分けるポイントとしては、みずみずしいもの、葉っぱの部分がしおれてたりしていなくてみずみずしいもの、あと本体、ラディ本体もみずみずしいものですね。あと根っこなどしっかりしている状態のもの、比較的硬いものですね、弾力のあるものを選んでください。ラディ自体が柔らかかったり葉っぱがちょっと枯れてきたりとかしていると、やはりみずみずしさが少なくて辛み甘みの少ないラディッシュになります。やはり鮮度が一番ですので、マルシェで鮮度のいいみずみずしいラディッシュを選んでください。それでは下処理をしていきます。ラディッシュの葉っぱの部分をまず落とします。2センチほど茎の部分を置いて、あとこのガクの部分をペティナイフ、プティクトでこのようにこそげ取っていきます。その後根っこを落として、これで OK です。はい、もう一度いきます。このように2センチほど茎を残して、このガクの部分をペティナイフもしくはプティクトですね。でこのような感じに削り落として根っこを落とします。茎を残している理由は、食べる時にそこを持って食べるので、その方が食べやすいからです。今回はフランスでは一般的にあるラディローズというものを使っています。ですけども、あといろいろ種類があって、赤い丸いもの、紫、黄色、白などいろいろあります。なのでそれを全部使って一つのお皿に盛ったりすると、また見栄えがいい美味しそうなお皿になると思います。このように溜めた水でよく洗います。その後手ですくい取って新たなボウルに水を張ったところに入れて洗います。それを3回繰り返します。こうすることによって、もし砂が噛んでいれば砂が下に落ちて砂が残ることがありません。必ず洗うときはこのように洗って、上に浮いているラディをすくってもう一度洗ってください。今回は3回だけ洗いましたけども、あとたまに食べて砂が噛んでないか確認して、もし噛んでいればもう1回きっちり洗ってください。よく洗えたらサラダドライヤーに入れて水気を切ります。よく水気が切れたら、あとはお皿に盛り付けて完成です。もちろんこれ食べる前に1時間くらい前には冷蔵庫から出して、ある程度温度を上げて提供してください。あまり冷えすぎているとラディッシュの辛み甘みが分かりませんので、必ず1時間前には冷蔵庫から出して提供してください。それでは食べ方の方を説明していきます。今回向かって右に用意したのはバター、あと上からピモントエスプレッド、ミニョネット、フリュードセルを用意しています。まずバターをラディの上に乗せて、あとお好みで、塩、ミニョネット、ピモントエスプレッドなどをかけてそのまま食べるだけです。この食べ方ですけども、フランスではごく一般的な食べ方です。日本ではあまり馴染みがありませんけども、やってみてください。ラディッシュの辛みにバターがよく合って、あと塩コショウで味をつけることによって非常に美味しく食べれます。何個でも食べれますので、ぜひ家で試してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。